はい、ありがとうございます。西村です。まず始める前に、実はですね、昨年2015年っていうのは私たち土壌を扱って仕事をしている者にとっては特別な国際土壌年っていう年でした。で、合わせてですね、12月5日というか世界土壌デーっていうのがこれから先毎年ありますので、もしよかったらちょっと頭の片隅に覚えておいていただければというふうに思います。で、本題に入ります。有機物が多い土壌におけるセシウムの再分布ということで、まず、どうしてこのところ始めることになったのかというところから話をさせていただきます。この絵は有機物と関係なくてですね、どのぐらい浸食でセシウムが流出してくるのかなという研究をした時の結果の一例です。でこれは福島県の飯舘村の中の真野川という川と木曽川という川の2つについて、川でですね常に水のサンプリングをして川の中の土砂量やセシウム濃度を測ってでその濃度のデータをもとにその川の流域からどのくらいセシウムが流出するかという計算を、WEP という、浸食を予測するプログラムで、やってみたという結果です。で、赤になるとちょっと浸食量が多くなるんですけれども、これを数量まとめて整理をすると、真野川も木曽川もですね、事故の時に沈着したセシウムの量のうち年間にその流域から出てくるセシウムの量っていうのはもう 1% にはとても満たないと 0.2% 程度しか出てこないという結果になりました。でこれは環境省なんかが出している結果なんかで、0.13% ですか、これなんかも非常に近いので、大体妥当な数字なんだろうなというふうに考えています。でこのぐらいその森林域から出てくる量っていうのは少ないと。でこれは生活圏に影響ないっていう見方もありますけれども、一方でこれから先どういうリスクがあるかっていうのを考えると、この森林の中で森林周辺でこのセシウムがどう振る舞うのかっていうのはやっぱり私たちは知っておくべきだろうということで、研究を始めました。でこれに関したことでいうと、この報告会以前の報告会で、東大から今京大に移られた大手先生や、三浦先生が関連した話題提供されているので、興味がある方は以前のものを見ていただければというふうに思います。で今日これから話すことは、大枠で3つありまして、実際に現地でですね、汚い話なんですが泥まみれになって土を取ってきて、セシウムの分布がどうなったのかというのを測ってみましたという話と、そこを解釈していく中で、土の中の有機物が、セシウムの吸着性にどう影響するかと、それから、影響を与えた上で、有機物の、タイプとセシウムの移動の仕方がどう変わるのかというようなことを少しお示ししたいと思います。でスタンスとしては我々は地域が全体どうなっているかっていうところまでまだとてもいかないと、実態を把握するところなんだろうなというふうに思っております。それから、実際の現場で問題があるところでこれをどうやって改善しましょうという時には、広域の評価ではなくピンポイントの評価をしていかなきゃいけないということで、とりあえずまず一つの場所で研究をしました。それから今回は放棄された林地というのを対象にしてますけれども、こういった有機物が多い環境っていうのは、例えば事故の直後に汚染された有機物を埋め込んでしまった装置や林地、それから現在仮置き場に置かれているものがですね、袋が破けて出てきちゃったりした場合っていうのも似たような状況になるというふうに考えています。でこれちょっとちっちゃな図がたくさんあって非常に申し訳ないんですが、ここで理解してほしいことは1点だけです。何かというと、今までの先生方の話でもありましたけれども、いわゆるいろんな林地においてセシウムは基本的に表面の近くにのみ溜まっているという報告がされていると、こういう報告が非常にたくさんされています。でここを使ってセシウムの分布の変化からこういう地域における浸食の量を評価することができます。でこれは1950年代60年代の大気圏核実験の後にですね、こういうその分布を使って浸食の量を推定したという研究がたくさん行われていて、日本の中でも、30年ぐらい前ありますが、北大の佐久間先生とかですね、最近でいうと筑波大の恩田先生なんかがやっぱりこういう分布を使って浸食を評価するということをやってました。だからこういうやり方をすればセシウムの流出も評価できるのかなということを考えて、放棄林地でやってみようということを思い立ちました。でここは飯舘村
先ほどの先ほども出ました、事故した、発電所から北西に今40キロぐらい離れたところになります。で、たまたまですね、事故と関係なくたまたま放棄された林地で、上の方には利田、落ち葉がたくさん積もっている地域があって、中腹には薄い落ち葉だったり雑草だったりと、下の方には裸地が目立つと、そういうような場所によって少し表面の様子が違うというところです。でこういうところで研究すると地表面の様子が異なるということで浸食の評価がうまくできるんじゃないかなと思ってこういうところに行ってですね、こういうサイド鏡を使って、地道に土を取って評価するということを、最初試みました。ところがやってみるとは非常にちょっと変な結果でですね、ここ緑で数値書いてるのは、深さが5センチぐらいのところですけど、結構深くでも6万とか10万とかっていう数字が出てきたりします。そこで、全部並べてみると、確かに下の方に行くと数値が低くて表面だけが高いところっていうのもあるんですけれども、意外と下の方まで数百とか千とかっていうベクレルパーキログラムの値が出てしまう場所も出てくると。そういうことでちょっと方向を変えてこういう分布がどう変わるのかというようなことを検討することにしました。でこの時に数字だけ扱うと記号化されて後で何が何だか分からなくなってしまうので、私たちとしては資料を取ったこの土の様子っていうのを画像化して常に取っておくということをしています。でこれをすることによって例えばこちらの黒っぽい土っていうのはこの有機物の量が非常に高いんですね。その下の方までずっと 10% を超える有機物の量を持っていると。で有機物が蓄積した土壌なんだなということが分かります。でこちらで言うとよく見るとこの辺が変なザラザラっとしたのが見えると思うんですけれども、このザラザラっとしたのが見えるところだけ有機物の量が多かったりすると。でこれはおそらくその何年か前にはこの辺が地表面で地表面に上から流れてきた土砂が溜まってでその上にまた新しく土砂が溜まってっていうようなことが起きたんだろうなということが想像できます。でこういった地形の変化っていうのを土壌の変化っていうのを考慮しながらデータを見ていくということをやっています。でこれも非常に小さな図がたくさん並んでて教室ですが、ここで理解していただきたいことは1点だけです。何が言うとこの12点上の方から下の方まで測ったときに3年間13年から15年までの3年間ほとんどセシウムの深さ方向の分布が変化しない場所があると。これ3、4箇所あります。1、2、3、6ぐらいがあまり変化しないんですが、でその一方で例えば8とか9、10、11、12ってあたりは随分ばらつくということが分かると思います。その変化する場所と変化しない場所があると。でこれ右側は同じ場所の土壌炭素の分布を示したものですが、ここでもその1、2とか6とかっていうのは3年間あまり土壌炭素の分布が変化しないのに対して、この下側の下流部あたりは年々その変化していると。でここら辺は下流部においては上流から浸食で出てきた土砂が堆積したり、さらにここから土砂が流亡してもっと下流のに流れたりっていう浸食や堆積の効果が随分効いているだろうということが言えます。逆にこの1番とか2番とか6番とあたりは、ほとんど浸食が起きてないということです。でこの1番のところ浸食がないようなところで、分布っていうのを3年間並べてみるとこんなふうになります。初年度が青いやつで、2年目14年がこの赤で3年目の15年がこの黒です。でこれだけ見るとなんとなく下の方にセシウムが動いてるかなという印象を与えます。でこれは本当かどうかまだよくわからないです。でなぜわからないかっていうと、この2015年について、反復を取ったものを比べてみた。そうするとこの下の方について、数百ベクレルから数千ベクレルパーキログラムまで、反復を取るとすごくばらつくんですね。これ別に取った場所っていうのはすごい遠く離れたわけじゃなくて、本当に2、3歩離れたっていう距離で取ってるんですけれども、そんな近距離で取ってても随分ばらついてしまうと。で土の様子を見るとこのばらついてるところっていうのは比較的有機物が多くて土が構造が粗いというかで柔らかくなっているような多くてですね、何らかの理由で有機物が多いところにこのセシウムの濃度が高いっていうのが出てきたのかなということまでは分かります。どうして有機物が多いかは今のところはまだ分からない段階です。でこの有機物に注目して、有機物の量とそれから炭素含量ですね、
そのセシウムの量っていうのを、どんな関係にあるのかなというのを、整理したのがこのスライドと、そのもう一つ次のスライドになります。今このスライドではこの下流の方の侵食や堆積があるようなところのデータを示してますが、大雑把に炭素含量が多くなるとセシウムの含量も増えるというような傾向はありますが、基本的にはもうバラバラで特に見るところがないと。それに対してこの上の方ですね、この赤で示したあたりのデータを整理すると、こんなところになりますが、こんな形で、上の方の侵食が少ないような地域では、土壌中の炭素含量と土壌中のセシウム含量というのは非常に高い相関を持って関係があるということが分かります。でこの辺から有機物っていうのが関係してセシウムが動いてるんだなということは推察ができると。どんなメカニズムなのかっていうのはまだ分かりません。ただ関係しているというところまでは分かります。でここで、そうですね、セシウム、いろんな形のセシウムがあって、先ほども何度か出てますが、イオンの形として存在している溶存体のセシウムがあると。でこれが土の中を動くかなと思うと、これはちょっとあまり動かないだろうというふうに考えています。なぜかというと、イオンの形のセシウムは非常に土壌の粘土にくっつきやすいので、なかなか動けないんだろうと。そうすると、細かい粘土粒子なんかにくっついた、これ粘土粒子と無機コロイドってここでは書いてますけど、粘土粒子なんかにくっついて粒子と一緒に動いているっていう可能性があるだろうと。それからもう一つ、先ほど高橋先生の話にもありましたけど、有機物にくっついて動いてたりするケースもあるかもしれないということがあります。ちょっとこれを絵で描いてみると、これ借り物の絵なんですが、例えば有機物にセシウムがくっついたと。そうするとコロイドでもいいです。でこれと一緒にダーッと流れていっちゃうってことがありえます。で一方で有機物があると、この有機物とくっついたまま有機物と一緒に土の方にくっついてしまったりと。それから有機物があることによって、セシウムが、個層につきやすくなったり、もしくは有機物があることによってセシウムが個層につきにくくなったり、これは先ほど多分高橋先生がちょっと言及したんですが、そんなことがいろんな可能性としては考えられます。だからこれ何が卓越一番効いてるのかっていうのは、ちょっとまだこれからいろいろ一生懸命やらないといけないんですが、有機物があるために移動が促進されるケースもあれば、吸着が促進されて動きにくくなるケースもあるということです。でこれは非常に有名なデータで、アメリカの核廃棄物処分場の研究をやっているところで、土壌中の粘土にくっついて、セシウムが動くというのを示した実験です。これどんどん土の中に水を流し込んでですね、で下側の端でどんどん取っていくと。その時に流しているものの中にコロイドがないようなケースで0です、1番ですね。だと全くセシウムが出てこないんだけれども、そこに若干量のそのコロイドが入って濁ってくると、少し排出しているセシウムが出てくると。もっともっとそれを増やすともっともっと増えるというような結果になります。ただ事故後ですね、例えば水田で、セシウムを取り除くために水田で白かきをしてその泥水を排除するというような実験をいくつかやってるわけですけれども、そんなことをやってる範囲では少なくとも私たちが言い立てですけれども、言い立てなんかにおいては、泥水の中のですね、その粘土粒子のようなものによってセシウムが遠くまで土の中を動いていくということはあんまりないだろうなというような印象を持って理解をしています。でそうすると有機物なんだろうなということで、有機物についての検討を少ししてみました。であまり馴染みがないと思いますので、一つ一つ言いますが、いわゆる水の中に溶け込んでいる有機物という溶存有機物っていうふうに言います。で今回はそれを先ほども質疑で出てきましたが、その 0.45 マイクロメートルっていうフィルターでろ過して、大きな粒がないような状態にして、溶液としました。それからこの溶液からさらに、アルカリに溶けるけれども酸には溶けないっていうタイプの、不食酸という有機物、それからもう一つアルカリにも酸にも溶けるというタイプのフルボ酸というタイプの有機物をわざわざ分割してですね、分離して、これら3つを試験する材料としました。でこれらを使ってこういったものがあったときに、その土壌、今これ摩擦土って土壌を使ってますが、摩擦土に対するセシウムの吸着性がどう変わるかと、さらに摩擦土の中でセシウムの動き方がどう変わるのかと
というようなことを室内実験で、少し検討してみました。これがいわゆる、DOM、その落ち葉を水に入れてですね、ガシャ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 振って、フィルターでろ過したっていうものになります。でこれに対してさらに、水酸化ナトリウムっていう pH を高くする溶液を加えて、pH を高くして、また振ってやると。でそこでその pH が高い溶液に溶けた部分っていうのを取り出します。でこれをさらに、今度酸を加えて、塩酸を加えて、もう少し置いてあると。この中ではアルカリに溶ける成分が入ってるんですが、アルカリに溶けた成分に酸を加えて沈殿したものっていうのがさっきのスライドでいう、不織酸 HA です。それからここでも、溶けたままというのが、フルボ酸、FA というものになります。こういったことでこの黒いのとこの2つを使ってこれをですね、セシウムと混ぜて土壌に加えるという実験をしました。溶液って言ってますけれども、実際は溶液ではなくてこの中には小さな粒がたくさんあります。このフルボ酸っていう方でいうと、かなりちっちゃいですけれども、でも280から440ナノメーターぐらいの大きさの粒子でこのフルボ酸は満たされていると。不織酸については同じように190から430ぐらいの大きさのナノメートルぐらいの大きさの粒子で、満たされています。溶液ではなくてこういう粒々でできている液体になります。ちなみにコーヒーなんかだと、色はですねこの辺と似てるんですけれども、コーヒーは本当にお湯に溶けて出てきた成分なので、コーヒーを測ってやるとこんな粒は出てきません。それからもう一つ、この粒がですねどのくらいのその重さなのか、どのくらいの密度なのかっていうのを調べようということで、遠心分離っていう方法でこの粒をずっと分離してですね、で分離した後にこの大きさを測ってやるということで、粒の密度っていうのを決めてみました。そうするとこれ非常に面白いことに、この粒々たちの密度っていうのは 1.06 とか 1.05 とかって非常に密度のちっちゃいものであるということが分かりました。普通有機物の密度っていうのが 1.4 ぐらいです。だからこっちの密度よりもはるかに小さいと。でこれをどう解釈するかっていうと、おそらくその粒って言ってるんですけれども、その硬い粒ではなくてスポンジのような中がスカスカな粒なんだろうなということがこの小さな密度から、推察できます。で、こういった溶液ですね、摩擦土ってさっき見たこういう土の中のですね下の方のセシウムで汚染されてない土を取ってきて、その土をですね、すいません、その土に反応させてやると。で実際にはさっきの溶液やセシウムを今の土と混ぜて、でその上澄みの中のセシウム濃度を測って、でセシウムが土にくっつくとこのセシウム濃度減りますので、減った量からどのぐらい土にくっつくかというのを計算していきます。で同じように土をですね円筒のパイプに詰めて、そのパイプの中にさっき言ったようなセシウムといろんな有機物を混ぜた溶液を流し込んでいくということをします。でさらにその実験をした後にさっきの円筒を一つずつ輪切りにしていって、その輪切りの中から、イオン交換するような植物が吸うかもしれないセシウムと、それから有機物とくっついてですねかなりしっかり土の中にとどまるようなセシウムというように分けてみました。でこれがくっつき方というやつですね。こちらは有機物だけ着目したところで、さっき言った不織酸とフルボ酸と、あと、ただそういう処理をしてないただの、水で分散させた有機物になりますが、どれも液中の濃度が上がっていくと土にくっつくという傾向は同じです。ただこの赤で示した不織酸とセシウムを混ぜた溶液では不織酸の濃度が上がっていくにつれて他のものに比べてよく、不織酸がくっつくと、不織酸は土にくっつきやすいということがこちらの図から分かります。右の図は同じ溶液を作った時にセシウムがどのぐらい土にくっつくかというもので、この三角っていうのが何も入れてないただのイオンのセシウムが土にくっつく時の様子です。濃度が上がっていけばたくさんくっつくと。でその時に不織酸っていうのを足してやると、不織酸を入れることによって土壌に対するセシウムの吸着量っていうのは増えていくということがこの絵で分かります。で逆に
何ですか、DO 溶存溶存有機物や、フルボ酸を加えるとイオンだけの時よりも、ちょっと吸着しにくくなるというのが分かります。でここら辺が先ほど高橋先生が言ってた有機物がブロッキングするとかしないとかっていったことと多分関係するんですけれども、ちょっとそこまで細かい解析は今していません。でこちらはちょっとすみません、殺風景ないで申し訳ないんですが、さっき言ったこの円筒に上から溶液を流し込んで下から出てきたと。でその時に下から出てきた溶液の中にどのくらい有機物が入っているかっていうのを示したのはこちらの絵になります。さっきこのフルボ酸っていうのが粘土によくつくっていう話をしたんですが、それを反映して土の中に流し込んだフルボ酸はほとんど土の中に捕まってしまって下からほとんど出てきません。でそれに対して、ごめんなさい、不眠酸です。腐食酸ですね。腐食酸はほとんど出てきません。でそれに対してこちらの FA って書いてフルボ酸って方は先ほどここですね、青。その腐食酸よりも若干つきにくかったんですが、その差よりもかなりたくさんですね、土の中を通り抜けて出てくるというような結果になっています。でこれらと一緒に出てくるだろうセシウムはどうなるのかっていうと、まずこちらセシウム単位が違うことを注意してください。これ1000分の1、こちらの方が濃度はちっちゃくなっています。だから大半のセシウムは土の中にとどまっていると。ただとどまり方が若干違います。土にたくさんまずイオンだけですね、何も入れてないイオンだけのものだと、下から出てくる量は圧倒的に少なくなります。でそれに対して有機物と混ぜてやると、土によくくっつくフルボ酸、もう土の中がくっついて下から出てこない、そういうフルボ酸と混ぜたセシウムっていうのがこの辺に来て、で、土にあんまりくっつかない。すみません、腐食酸とフルボ酸は私言い間違えてますね、今。腐食酸だと、多少出てくると。で、さらにあまりくっつかなくて下からたくさん出てくるフルボ酸だと、さらにたくさん出てくると。ということで、その有機物を入れていくことで、その土の中でトラップされて、そこにとどまってしまうセシウムの量が減ってですね、下の方に流れていくという量が若干増えるというのが傾向としては分かります。でこれ実験が終わった後にじゃあ土の中にどのくらいセシウムが残っているかっていうのを調べたのが次の2つのスライドになります。でこれは、交換性のセシウム、どちらかというと植物が吸うリスクがあり得るというセシウムですが、これは表面だけに集中して存在しました。で割合としては圧倒的に多いです。入れたセシウムの8割から9割がこの上のところに集中的に存在しました。下の方にはほとんど行きません。ところがですね、有機物と混ぜた場合には、量としては少ないです。パーセントとしては 1% ぐらいですけれども、それでも今ここ10センチまでですが、どれと混ぜても、まんべんなく、5センチ、8センチ、10センチというところまで動いていくという結果になりました。だからイオンだけで存在したセシウムよりも、その有機物とくっついたセシウムの方が動きやすいということになります。多分これ最後ですね。で、これまとめますと、まず事故で出てきたセシウムっていうのは表層に集中的に存在するというふうに言われてるんですけれども、よく見ていくとですね、局所的には表面よりもっと下の方に入ってしまうセシウムもあると。ただそれは非常に不均質、ばらつきが大きくて、それを面的にこの地域ではリスクがあるとかこの地域ではリスクがないというような評価をするところまではまだ行ってません。そのレベルには達してません。それから私たちが調査をしていたところでは、土壌有機物の多いところで下方への大きなセシウムの移動が見られました。でそれについては土壌炭素量とそれから放射性セシウムの含量に非常に高い相関が得られたと。ここをきっかけにこれから先メカニズムを考えていきたいなというふうに思っています。それから、有機物が少ない摩擦土っていうのを使った場合には有機物のタイプ、ここでいうと腐食酸やフルボ酸ですけれども、このタイプによってセシウムの土へのくっつき方や土中の移動の様子が異なります。でただこれは有機物が多い黒木土になったりするとまた違ってくるということが予想されますので、これをどんどんデータを貯めていかなきゃいけないなというふうに考えています。であと、室内であった実験の範囲ですが、交換性セシウムっていうのは非常に地表の近くに集中して存在しました。ただ有機物と混合してしまった場合には有機物とくっついた形でセシウムが表面だけではなく下の方に動いていくという可能性がここから示唆されました。
で、今回はちょっとできなかったんですが、最初から有機物を多く含む土壌にセシウムをイオンの形だったり、有機物を混ぜた形だったりして与えていくとどうなるのかっていうのが、これから先はっきりさせないと現場で何が起こるかわからないということで、そこら辺の実験をもう少しちゃんとやっていきたいなというふうに考えています。以上になります。